おはようございます。たかしです。それではポンド円とドル円の相場分析をやっていきましょう。まずはポンド円の冷やしからです。現在ポンド円は下落トレンド中ですね。こういう下落を続けてきて、直近では上昇してきましたが、基本的にはこの大きな流れを考えると、ここからのこういう動きを想定しておいてください。ただ、ここからのポイントは、まずはこの GMMA ですね。冷やしの GMMA がここを通っているんですが、今ここでサポートされるかどうかっていうところを見ております。一旦 GMMA を上抜け、そしてサポートされて上昇していくのか、ここを下抜けてくると先ほど言った動きになってくると思いますので、本日はここでサポートされるかどうかっていうところに注目です。ただ基本的には今日も上値は重くなると思いますので、上昇方向へのトレードではなく、戻り売りでやっていく方がやりやすいかもしれません。では4時間足です。4時間足は現在上昇トレンドを作っております。その上昇トレンドを崩してくるかどうかっていうところが本日の注目ポイントです。ここ下抜けてくると GMMA、今まで GMMA でサポートされて上昇してきたものがそこからの次下落になっていきますので、こういう動きですね。そうすると先ほどの冷やしの GMMA も下抜けてくるので、おそらく大きく下落、このあたりです。184円とかを目指して下落していくと思います。では1時間足です。1時間足は昨日はじわじわと下落してきてますよね。じわじわと下がってきているっていうのが1時間足の動きです。本日もそれが継続するのかっていうところを見ておいてください。このまま下落するとこのあたりですね。190.5 付近を目指していくと思います。基本的に1時間足の GMMA 下向きでその下で動いてますので、戻り売りで考えておいてください。逆に1時間足の GMMA を上抜けてくると、そこからは上昇についていきやすくなります。ただ、この昨日の高値、ここですね。昨日の始まったこのポイント、192.5 付近、このあたりを明確に上抜けるまでは、基本的には下がっていくと考えておいてください。そして現在もじわじわ下がってきてますので、先ほど言ったこのあたりまで下がってくると、そこからは反発。ただ、そこ下抜けると大きく下落していくと思いますので、その動きも注目しておいてください。なので考え方としては単純ですね。現在は下落してますので、その下落に乗っていく。1時間足の GMMA を上抜けると上昇する可能性が高くなります。なおかつ昨日の高値を上抜けてくると上昇しやすくなりますので、その辺の動きを見ておくと分かりやすいトレードができると思います。では次はドル円を見ていきましょう。まずは冷やしです。基本的には下落トレンドですよね。で、直近の動きはじわじわと上昇してますが、調整の上昇ですよという話はしてました。そして GMMA に接触、ストキャスティクスも高値圏、そこからの現在下落になっております。こういう動きですね。なので動きとしては単純で分かりやすくなってます。では4時間足です。その中でドル円もこういった上昇トレンドを作っているんですね。なので昨日の動きなんかはその調整の動きですね。ここからこういう風に上昇していけるのか。ただすぐ上には冷やしの GMMA がありますので、その GMMA、冷やしの GMMA と今4時間足の GMMA がここにあるので、その間で挟まれてくる動きに今はなってきてますので、これがどちらに抜けるかっていうところを見ておいてください。4時間足の GMMA 下抜けると、まずは142円ぐらいまでの下落。ここを下抜けると次140円までの下落。そして4時間足の GMMA でサポートされるのであれば、直近の高値までの上昇。そこを抜けてくると冷やしの GMMA を上抜けてくるので、大きく上昇しやすくなります。では1時間足です。こちらも昨日はじわじわと下落してきて、そこから今反発しそうな雰囲気にはなってますが、基本的にはやはり上値は重いんですね。先ほど冷やしで見たように、冷やしの戻り売りポイントにありますので、上昇するにはそれなりの時間がかかってくると思います。どちらかというと、基本的には下がっていくという考え方で見ておく方がやりやすいと思います。1時間足の GMMA 意識されているの分かりますよね。昨日もここでレジスタンスされて下落してきてますので、本日もここで下がってきてますよね。ということは逆に1時間足の GMMA を上抜けてくると上昇しやすくなりますので、その辺を見ておいてください。こういう動きですね。そして現在地付近っていうのは何度も意識されているポイントですので、このあたりで下げ止まりを作れるのであれば上昇方向。下げ止まりを作れないのであれば、ここからのもう一段の下落ですね。本日の安値からこういう下落をイメージしておいてください。考え方としては単純ですよね。現在のこの安値を下回るかどうかを見ておく。そこから上昇できるのであれば GMMA を上抜けるかどうかっていうところを見ておくとエントリーがしやすくなると思います。そして昨日の高値、この辺ですね。この辺上抜けてくるとさらに上昇しやすくなりますので、その辺を見ておいてください。それでは本日は以上です。現在使用しているチャートがトレーディングビューなんですが、使いやすいチャートなので、まだご利用でない方は概要欄に URL を貼っておきますので、無料登録から始めてみてください。
また、ノートのメンバーシップ会員を募集しております。毎朝更新の詳細な分析、こちらを聞くだけでも FX のスキルが上がっていくような、そんな内容になってます。また、週末の限定動画では FX スキルを鍛えやすい、そういう内容の動画を配信しておりますので、こちらもぜひご視聴ください。ノートのメンバーシップも詳細は概要欄の URL からチェックしてみてください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。